ミルトンチャンネルです。今日は過酷な暑さを乗り切るため、暑さ対策をしつつ、2泊3日の車中泊をしてきました。その対策に使ったエアコンシステムがこちら。今回はこの 12V クーラーと、こちらの 460Ah のサブバッテリーを使って車中泊をしましたが、途中予期せぬトラブルが起きたことで、今まで気づかなかったメリットやデメリットに気づけて結構面白かったです。今日は取り付けて2年経った 12V クーラーの検証を行います。このクーラーは駆動時にそれなりに騒音がするので、映像のように電流量を調整するスピードコントローラーをつけて改造しています。これもあって夜でもうるさくなく快適に眠れるのですが、今回はこの 12V クーラーと 460Ah のサブバッテリーを使って検証します。このバッテリーは 460Ah と超大容量ながら価格も16万円台と決して安くはないんですが、容量からするととてもコスパの良い製品です。またこのバッテリーとレノジーの 50A 走行充電器、リタイムの 1000W インバーターをエブリィの床下に組んでいます。実は前回の窓用クーラーの検証動画では節電のために冷蔵庫を持参しませんでしたが、前回の検証で電力に余力があることが分かりましたので、今回は冷蔵庫も使います。今回初日の検証に選んだのは千葉ポートパーク。ここは夜間の温度がなかなか下がらないヒートアイランド現象の起こる千葉県の海沿いの地域で、夜間の最低気温が28度以上、湿度も 80% 以上と高温多湿で、東京から1時間程度で行けて寝苦しい熱帯夜の検証にはもってこいの場所です。今回は車の中で電気を使って調理もするので、地元のスーパーに買い出しに来ました。スーパー仙道。このスーパーめっちゃいいお店なので後ほど詳しくお伝えします。車中泊場所は千葉ポートパークの有料の駐車場です。映像のように広々していて車も止めやすかったです。運転席から後部座席へ移動します。この際ヘッドレストを外しておくと移動が楽になります。まずは何はともあれクーラーをつけます。私は暑さに本当に弱いのでクーラーなしでは車中泊できません。そしてこの後まさかのミスに気づきます。あ、テーブル忘れたよ。テーブル忘れた。せっかく涼しい思いをしようと思って来たのに、まさかのテーブル忘れました。まあこういうこともありますね。今回は確認不足で私が以前自作したテーブルをガレージに忘れてしまいました。現在の時刻21時26分、気温 31.5 度、湿度 36% です。いや、クーラーが効いてすごく涼しくなりつつあるんですけど、まさかのいつもここで使ってるテーブルを忘れてしまいました。はい、今この LED テープとそこにある冷蔵庫、そして 12V クーラーを動かしているんですが、バッテリーの消費電力は 815W を消費しています。結構この 12V クーラー電力をたくさん消費するんですけれども、コンプレッサーが止まると 40W ほどの電力になります。9時36分、クーラーをつけてちょうど10分ほど時間が経ったんですけれども、気温が27度、湿度 39% まで下がりました。コンプレッサーが止まるとこのように 30W 前後の電力消費になるので、朝まで全然余裕で持つと思うんですけれども、とりあえずバトラーの 460Ah のサブバッテリーで2泊3日の真夏の車中泊ができるか検証したいと思います。この冷蔵庫をテーブル代わりにご飯を食べたいと思います。テーブルを忘れたことで調理器具をテーブルの上に置けず、調理の効率がかなり落ちました。車中泊を快適に過ごすには下準備が大切だと改めて気づかされました。もうやらかしまくりだ今日。今日はめっちゃやらかしまくってます。
ここの蛇口を開けっぱなしにしてました。もう水がここの中に垂れちゃってます。よかった、この上で。もうやらかしまくりデーですね。シンクのかさ上げにはキッチン用品を入れているボックスを使いました。で、今私は千葉県千葉市の千葉ポートパークというところのすぐそばにある駐車場に車を止めて、ここで車中泊をしようとしています。で、地元の方にかなり人気のある仙道というスーパーに行ってきました。で、このスーパーなんですが、めちゃめちゃ海鮮が人気のようで、土曜日の朝にはこんな感じで行列ができるほど新鮮な海の幸を求めてお客さんが来るそうなんですが、私も閉店間際に行ったらかなり美味しそうな刺身盛り合わせやイクラ、この海藻もゲットできたので、今日はこれを使って海鮮丼を作りたいと思います。ミニ電気ケトルでお湯を沸かします。はい、完成しました。オートミールの海鮮丼と海藻サラダです。今日はちょっとお醤油もお刺身たまりという刺身醤油を買ってみました。ちょっと冷蔵庫の上で食事するのが結構気が引けるんですけども、しょうがないですね。ちょっとだけこのお刺身たまりの醤油をかけて食べます。いただきます。美味しそうです。イクラも新鮮でプリプリしてます。スーパーで買ったお刺身にしてはすごく新鮮で、ネタもすごく分厚く切ってあって、かなりお買い得な感じがしました。やっぱり地元の方がめちゃくちゃ並ぶのがよくわかります。美味しい。マグロもブリもめちゃめちゃ新鮮で美味しいです。身がプリプリしてますね。実はこのスーパーめがけてこの車中泊を決めたと言っても過言じゃないぐらいのいいスーパーですね。海藻サラダ、こういうのもあんまり普通のスーパーには売ってないんで珍しいと思います。今日はヒューガルデンのノンアルコールビールを買ってみました。かなり甘いビールですね。初めて飲んだんですけど、ホワイトビールのノンアルコールビールです。甘くてすごいフルーティーですね。オレンジピールとコリアンダーも入ってるみたいで、すごく飲みやすくて美味しいです。ごちそうさまでした。めちゃめちゃお腹いっぱいです。いやー、スーパー仙道の海鮮尽くしめちゃめちゃ良かったです。また買いに行こうと思います。11時57分、気温24度、湿度 38% です。で、バッテリーの残量が 85% まで減りました。 100% からバッテリーを使い始めて 15% 減った感じになっています。明日の朝までは全く問題なく持つと思いますので、このまま様子を見たいと思います。それでこの 12V クーラーなんですけれども、この部分に電流をコントロールして音量を小さくする装置をつけているので、かなり音量が小さくなっているんですが、念のため音量を測っておきます。車内の音量はおおむね40デシベル前後。これは静かな図書館やささやき声ぐらいなので、このぐらいの音量なら快適に眠れます。この改造は以前の動画でまとめていますので、ご興味ある方は参考にしていただけると嬉しいです。
5時47分、車内の気温 23.6 度、湿度 58%、バッテリーの残量は 76% まで減りました。昨夜9時26分から12ボルトクーラーや冷蔵庫を動かし出しましたので、約8時間半ぐらい動かして 25% バッテリーを消費した感じになっています。朝まで余裕で持ちましたね。これなら連泊も全然余裕でできます。で、こっちの12ボルトクーラーは音量的に気にならなかったんですけれども、実は寝ている時にこの位置に冷蔵庫を置いていたので、結構冷蔵庫の音が気になっちゃいました。私いつもは冷蔵庫をこの位置に置いているんで、全く冷蔵庫の音が聞こえなかったんですけども、さすがにこの距離で寝てるんで、結構この冷蔵庫の音が気になっちゃいましたね。耳栓して寝ればいいっていう話でもあるんですけど、これは寝る時だけこっちに冷蔵庫を移すとか、そういったことをやってもいいのかもしれません。念のためデシベル計で測ってみると、この位置で47デシベル程度。まあまあそこそこ音量がしてます。2ヶ月前からダイエットを始めて、ヨーグルトにきな粉を入れて食べるのにハマっています。きな粉でタンパク質と食物繊維を取れる上に、ヨーグルト菌で腸内環境が整えられるので、体重や体脂肪が落ちただけでなく、私自身の体調も良くなりました。これに塩や植物油が使われていない素焼きのミックスナッツをまぶします。くるみやアーモンド、カシューナッツには不飽和脂肪酸のオメガ3、オメガ6、オメガ9が豊富で、コレステロール値を抑える働きがあるので、積極的に摂るようにしています。ごちそうさまでした。シェードに貼ったリメイクシートが一部剥がれています。これは3年前に出した動画で作ったシェードなので、剥がれてくるのは仕方ないんですが、このままでは見栄えが悪いので両面テープで補修しておきました。今回は電力にも余裕があるので、少しだけ PC で作業します。ちなみにこの下の冷蔵庫の消費ワット数は現在30ワットを消費しています。パソコンの電源も USB Type-C で電源を取れるので、このままここから給電してパソコンを立ち上げます。私のパソコンは動画編集用で最大190ワット近く消費するので、いつも電源に困るのですが、今回は躊躇せず使えています。8時16分、気温 27.4 度、湿度 57%。今外の気温は30度、湿度が 64% になっています。今日は35度まで気温が上がるようなんですけれども、この 12V クーラーのおかげでかなり車の中で快適に過ごせているんですけども、今バッテリーの消費量が 70% までバッテリーが減りました。これから数時間運転する予定なので、このバッテリーがどれぐらいまで回復するか念のためチェックしておきます。今外の感じは結構曇っている天気なんですけれども、こんな感じの曇り空でも現在17ワットソーラーパネルから発電しています。夏の車中泊は電力消費が大きいので、ソーラーパネルがありがたいです。この走行充電の検証で、サブバッテリーへの充電量が車のクーラーをつけるか否かでかなり変わることが分かりました。私のエブリィは以前の動画で
オルタネーターを60から90アンペアにアップグレードしており、車のクーラーをかけず昼間の走行の場合、最大で600ワット以上で充電できます。これに対し夏場にクーラーをかけて運転すると充電量が350ワット前後に落ちます。これはクーラーに電力を取られるので仕方ないことではあるのですが、実はこの充電量は外気温にも左右されていて、映像のような直射日光の状態で外気温が30度を超える場合、最低充電量が250ワット近くまで落ちる場合があります。これは逆に夜間や長いトンネルを走行する場合は外気温が下がり太陽の光も当たらないので、充電量はクーラーをかけていても500ワット近くで充電できることが分かりました。1時間半ほど運転してガレージに戻ってきました。 70% から 78% までバッテリー残量が回復しました。10分に 1% ずつバッテリー残量が回復するような感じです。自宅でこまごました用事を済ませ、日本で一番暑い町熊谷に向かうことにしました。熊谷市は海から来る熱く湿った南風と秩父山地から吹き下ろすフェーン現象で熱くなった西風が熊谷市付近で交差する熱風の交差点と呼ばれており、夏に車中泊するのは最も過酷な町です。熊谷市に到着。実は熊谷市には道の駅等はないので、この日は一般の駐車場で車中泊をします。サブバッテリーのバッテリー残量は 88%。 東京から2時間ほどの運転で約 10% 電力が回復しました。この日は熊谷市の花火大会の日で、せっかくなので私も観覧に行きます。花火会場付近は通行止めや大渋滞しているので、徒歩で会場に向かいます。会場は人や車で多少混んでましたが、隅田川や市川の花火ほど混んではいないので、ゆったり花火見物できそうです。今日はノンアルのジントニックです。花火楽しかったです。はい、現在の時刻10時11分、
気温33.5 度、湿度 62%。花火を見に行ってだいぶ車を放置してたんですけど、やっぱ熊谷暑いっすね。めっちゃ暑いっす。クーラーをつけます。めっちゃ涼しいっす。生き返る今ずーっと冷蔵庫を回しっぱなしにしていたんですけれども、 86% からスタートです。今 LED ライトや冷蔵庫、12V クーラーを動かしているんですけど、朝までは全然余裕で持つと思うんで、とりあえずこの 85% まで減ったバッテリー残量が朝どれぐらいまで減ってるか検証したいと思います。クーラーを動かし始めて1時間20分ぐらい時間が経ちました。バッテリーの残量は 79% まで減りました。 813W 消費しています。このクーラーが 750W ぐらい消費していて、 LED テープが 10W、 ゴチュールの冷蔵庫が30から 40W ぐらい消費していると思います。今日はちょっと近くにお風呂がなくて、残念ながら花火の後温泉に行けなかったんで、ウェットティッシュで体を拭いて寝ることにします。現在の時刻7時6分、気温 27.7 度、湿度 56%。 今熊谷市の外の気温は29度ぐらいになっているようです。結構朝から今日も暑いです。そして今日の最高気温は40度まで上がる予定です。さすが熊谷暑いですね。で、今日実はこの部分にテーブルを忘れてしまったがゆえに、頭をこちら側にして寝てみたんですけど、それで結構気づくことがありました。それは、私の車はちょうどこの下あたりにこの 12V クーラーの室外機のファンが仕込まれていて、この下に仕込まれているファンの音が意外と気になりました。この下の部分が振動でほんの少し揺れています。昨年の夏まではこの現象に気づかなかったのに、今年に入って急に気になりだしました。この原因は、まず一つはこちら側を頭にして寝たことではあったんですけれども、それともう一つ理由があって、ちょうどこの辺りにファンが仕込まれているんですけども、このファンの振動が直接床にバンバン伝わるように感じました。で、その理由の原因の大きな一つがセルタンのこのセミシングルのマットレスでした。で、このセミシングルのマットレス、昨年の秋に発売されたばっかりで、いまいち気づいてなかったんですけども、このセルタンのセミシングルのマットレスとこちらの 12V クーラーをこちら側を頭にして寝たことによって、ちょうどこの部分から振動をめちゃくちゃ感じてしまいました。で、昨年の夏までは私は普通のシングルサイズのマットレスを使っていたので、このマットレス自体の大きさがセミシングルよりあと40センチ大きい、ちょうどこの辺りまでマットレスが来るような感じだったので、この部分のファンの音や振動がほとんど気にならなかったんですけれども、今回このセミシングルのマットレスを使ってみて、シングルサイズより40センチ小さくなったので、この部分が板がむき出しになって、下からの振動や音を直接感じやすくなりました。この 12V クーラーをちょっと最強で動かしてみるんですけれども、デシベル計を床に置くと67デシベルまで音量が上がっています。で、今までは床から伝わってくる振動や音っていうものは、寝る時にはシングルサイズの場合はここからさらに40センチぐらいシングルサイズのマットレスで床をカバーできていましたが、このセルタンのセミシングルを使うと、この部分が床がむき出しになるので、寝る時に下の室外機の振動や音をかなり感じやすくなりました。まあこれはでも、このマットレスを使うことによって車のスペースを広く有効活用できるようになったので、その点はどっちを取るかっていうのはもう使う人によるかなとは思うんですけれども、今ちょっとクーラーの強さを強くしてみても、この辺りから結構振動と音を感じています。で、今回この部分にいつも使っているテーブルを忘れてしまったので、それによってもう一つ気づいたことがありました。それはこの後部座席に置いた冷蔵庫の排熱問題。
でこんな感じでこちら側を頭にして冷蔵庫がこの位置にあって寝てしまうと、前面や横面から熱を感じます。サーモグラフィーカメラでチェックしてみるとよくわかるんですが、このように40度近い熱源が熱を発しています。これはこの 12V クーラーの出力をガンガン上げて、こんな感じでマックスで動かして冷たい空気を手前に当ててあげれば全然気にならないんですが、この時点でかなり大きな音量がしてますので、寝るときはこの音をこんな感じでかなり絞って寝やすいようにして寝ていましたので、こちら側を頭にして寝るとなんとなくここから熱い空気を感じてちょっと寝苦しいなという風に感じました。これはこの冷蔵庫を助手席に置いて使っていた時は全く気づかなかった問題なんで、そういった意味ではこの位置に冷蔵庫があるのはちょっと僕的には NG でしたね。で、私は夏の暑さがめちゃくちゃ苦手なので、こういう 12V クーラーや冷蔵庫がない車中泊は厳しいんですけれども、今回このマットレスや冷蔵庫、12V クーラーのレイアウトやセッティング一つで寝心地ですとかそういった快適性が変わるっていうことがちょっと驚きでした。はい。で、今このシンクで顔を洗っていて気づいたんですけれども、このシンクの排水、わずか2泊3日の間で水が臭くなってくるんで、なるべくまめにこの排水を捨てた方がいいです。このシンクはこんな感じできっちりキャップができるタイプになってるんで、まだマシなんですけれども、排水の匂いが結構匂ってくるんで、もし真夏の車中泊でこのアストロプロダクツのシンクを使われている方は、なるべくこまめに排水を捨てていただいた方が衛生的だと思います。8時31分、気温が 29.4 度、湿度 56% です。結構マックスに近いぐらい 12V クーラーを回しているんですけれども、実は今外がこんな感じで直射日光が照っていまして、日本一暑い町熊谷の外の気温が31度から32度ぐらいですね。直射日光が当たってるんで、体感的には50度ぐらいあるんじゃないかという気がしています。で、サーモグラフィーカメラでチェックしてみると、もうすでに53度ですとか54度を超えてます。私の車は結構断熱を効かせていて、この辺りですとかこの横の柱には断熱を効かせているんですけども、この部分だけは断熱が行き届いていません。なのでこの部分だけ異常に温度が高くなってます。で、天井の部分をチェックしてみても、天井の部分の一番暑いところもう46度ぐらいありますね。ものすごい日差しが強くて気温が高いです。もうすぐ60度とかいっちゃうんじゃないんですかね。これかなり暑い状況ですね。 12V クーラー頑張ってくれているんですけど、28度から29度ぐらいまでしか下がらない印象ですね。まあそれでも外の気温よりは全然涼しいんでマシではあるんですけれども、やっぱりこのエブリィという車は鉄でできているんで、どうしても鉄の部分から放射熱を食らってしまうような感じになっています。で、こんな感じで 12V クーラーの風を直で浴びていれば車の中で過ごせることは過ごせるんですけども、ちょうどこの辺りのバックドアの部分からものすごい熱気を感じているんで、もうこの 12V クーラーが悲鳴を上げてるような感じでガンガン回ってくれています。実は私がキャンピングシェルを作ろうとしているきっかけも、この断熱が原因でキャンピングシェルを作ろうとしています。このエブリィの断熱のデメリットを目で見ていただくために、エブリィの車の外の温度も測ります。太陽の光が直射日光で熱くなっています。車体の表面の温度も60度を超えてますね。めちゃくちゃ暑いです。まだ8時半の段階ですからね、かなり暑いですね。これを FRP と鉄で熱伝導率を比較すると、私が現在製作中の FRP キャンピングシェルは熱伝導率が 0.23 なのに対し、エブリィの鉄は熱伝導率が75、比較すると320倍以上も差があります。これは夏の車中泊の際に太陽が出ている日中にエブリィの車内で1日を過ごすことは難しいと感じています。ドアを開けて確認していますけれども、温度が一番低いところで14度ぐらいでしょうか。直射日光で車体が熱くなり、冷房効率も著しく落ちています。やっぱり 12V クーラーを使っていても、もうこれは熊谷だけに限らず
最近の日本の暑さはかなり厳しいものがあります。現在の時刻は9時4分。昨夜10時過ぎから 86% のバッテリー残量があって、現在 58% までバッテリー残量が減りました。約11時間で 28% のバッテリー消費です。今回は 12V クーラー、パソコンを動かしたり電気ケトルでお湯を沸かしたりしましたが、このバトラーの 460Ah のサブバッテリーがあれば2泊から3泊ぐらいの夏の車中泊は余裕でこなせそうですね。このバッテリーかなり重くて設置も大変だったんですが、真夏でも安心してガンガン電気を使えるので導入して本当に良かったです。ではここから数時間また運転しますので、どれぐらいの走行充電で電力がたまるかも検証します。この後高速を使って1時間半ほどで帰宅し、バッテリー残量は 67% までたまりました。この結果は何度やっても10分で 1% の電力のたまり具合なので、ほぼ誤差もないと思います。今日も長い間ご視聴いただきありがとうございました。で、今ちょっと暑くて FRP のキャンピングシェルを作るのにかなりちょっと時間がかかっているんですけども、なるべく機能的で見栄えの良いキャンピングシェルを作りたいなと思ってますので、チャンネル登録や高評価で応援いただけると嬉しいです。